が千曲川ですね。千曲川です。日本酒蔵元結構13、12、3銘柄ぐらいあるかな。こちらになりますね。はいはい。
じゃあたい焼きを一つ。はい、ありがとうございます。今からどちら行くんですか？稲荷神社。お気をつけて。あったかいうちに召し上がって。俺の愛情が入ってるから。よろしくね。一番星です。いつ来たらよろしく。ね、お気をつけて。ね。蒸しるね、これね。31人ぐらい。ありがとうございます。すみません。読んでた。
はい、それではですね、木津蔵の本蔵を含めて、蔵の中へご案内してまいります。どうぞこちらをお進みください。正面がですね本蔵になりまして、築約150年の建物になっております。こちらご覧くださいませ。これがですね本当に木津蔵酒造にとっての源、仕込み水の井戸になります。地下12メートルぐらいから組み上げておりますけれども、上ご覧いただくとですね滑車がついてるかと思いますね。その昔はですね鶴瓶の形で組み上げていたという名残も残っておりますけれども、現在はポンプを使って水は流れております。酒造りはもちろんですけれども、焼酎、甘酒すべてこの水を使って仕込みをしております。それでは中へですね行きたいと思います。冬場はですね蔵の中の温度が冷え切ってしまうと酒造りに影響が出てしまいますので、組む井戸を使ってですね中へ入っていくという形になります。どうぞお進みください。このエリアで米を洗う作業になりますけれども、米はですね朝の時間に蒸し上げていきますので、前の日の夕方にはお米が洗われまして、翌日の蒸しにスタンバイするような形になります。蔵人ステイの参加されるお客様にも実際にですねお米を10キロずつ洗っていただいて、水を切って水をつけてという作業もリアルに体験いただける形になっております。こちらに見えますですね古式という道具になりますけれども、これを使ってですね下から蒸気を入れまして、約1時間お米を蒸していくということになります。蒸し終わった後はですねお米を掘る作業、そしてお米を担いでですね棚と言われる棚の上にお米を広げてお米を冷ましていく、そういった作業も蔵人ステイの皆さんにも体験いただいております。そしていよいよ麹作りということで、実は後ろ側ですね、後ろ側が麹室と言われる、この中で麹が作られていくんですけれども、蒸し上げたお米がですねだいたい40度ぐらいの温度に下げた上でこの麹室の中へ引き込んでいきます。そして種麹と言われるですね麹の種を振りかけまして、しっかりとかき混ぜます。お米を引き込んでから麹が出来上がるまでには約2日間かけて、この大室の中でお米が麹になっていくということになります。こちらがですね、酒母用のタンク、想像したよりも小さいかもしれません。650リッターぐらい入るようなタンクになりますけれども、この中にですね出来上がった麹と水、その日蒸したお米を入れます。なおかつ酵母菌を投入しまして、この中で1週間から10日、長いものは2週間近くかけてですね酵母菌が増殖していくのがこの酒母作りということになります。ここで麹の役割と酵母の役割をご説明しますけれども、麹の役割というのはお米の持っているでんぷん質をブドウ糖に変えるという糖化発酵。酵母菌っていうのは麹が作ったブドウ糖を食べてエネルギーとして、酵母自身はアルコールを出し、かつ炭酸ガスを出すようなイメージでしょうかね。ですので日本酒が少しシュワシュワっと感じる場合があると思うんですけれども、それは酵母が出した炭酸ガスがお酒に溶け込んでいる、その状態になります。麹の糖化発酵と酵母のアルコール発酵が同時に一つのタンクの中で行われているということで、この発酵技術というのは日本酒が世界に誇る発酵技術だということを自信を持ってお伝えできると思います。足元をお気をつけください。こちらがですね仕込みタンクになるんですが、タンクが見えないですよね。実際には足元に大きなタンクが並んでおりまして、その上に足場を作って、仕込み部屋が形成されています。このタンク実はですね7000リットル以上入るタンクの上になってまして、実際には中はその中は空ですけれども、3メートルぐらいある棒でですね、先にはかぶらがついておりますけれども、これでしっかりとかき混ぜるということになります。酒母室から酒母をこのタンクの中へ入れます。水と米と
麹を追加して4日間かけて3段階に量を増やしていくんですけれども、それぞれのタンクが本当に個性的で、こちらが思うように発酵が進んでくれない場合もあるんですね。ですので毎年毎冬同じお米、同じお水と同じ作り方で温度管理も同じようにやっていてもですね、毎年違う表情のお酒が出来上がってくる。杜氏さんから言わせてみると毎年が修行のような感じだということで、酒造りっていうのはそういった奥深さというものもあるのかなと思いますね。急になってますのでお気をつけください。いや、昔の人はここをですね、お米を担いで上り下りしてたと考えると本当にすごいなと思いますね。じゃあちょっとこちらの扉開けていきたいと思います。どうぞお中へお進みください。実はですね、先ほど上にいたんですね、その下になります。7000リットルぐらいのタンクが並んでますよと申し上げましたが、7700リットル、7736リットル、7726リットルと放浪のタンクがずらっと並んでおりますけれども、少し奥入っていただきますと、このタンクにベルトが巻かれてますよね。ここは実は水流が回るようなベルトになってまして、酒造りというのはこのタンクの中の温度がだいたい10何度からスタートしてだんだん下げていく工程になっていくんですね。最終的にですね、このタンクの中の頻温が5度6度ぐらいまで下げていく必要があるんですね。そのために冷たい水を回すベルトを巻いて温度管理をしたりします。柵の場合は低すぎる時がありますので、その場合は腹巻きなんかをしてですね、頻温が下がりすぎないように注意する必要もあります。こちらになります。この機械、全国の蔵元もですね、こういったタイプの機械を使ってですね、お酒自体を絞っていくんですけれども、この機械と先ほどの大きなタンクとをホースでつなげまして、もろみをこの機械の中へ送り込んでいく。板がですね、120枚以上並んでいるような、その板と板の隙間にですね、もろみが流れ込んでいくんですね。空気が入ることによって圧力がかかる。そして原酒がですね、この受けタンクの中へお酒が流れ落ちていくということになります。一方でですね、昔ながらのこの酒袋と言われる袋がありましてですね、宙吊りにしてですね、ポタポタ垂れる、圧をかけないで垂れる、そういった雫取りといった吊るしの絞りもやります。絞られたお酒というのは瓶に詰めて冬の間新酒として、酒は生酒としてありますけれども、それ以外のお酒っていうのを秋口まで蔵の中で寝かして熟成させることも重要かと思います。当社の場合は白い扉の向こうが冷蔵庫になっておりまして、マイナス5度ぐらいの温度を保つような形で瓶で保管したり、小さめのタンクで入れてあったりということで、酒にとってみれば出番を待っているような形でおります。